この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。トーマ。トーマ。おい、悪いけどちょっと起きてくれ。ああ、ごめん。トーマカズサだよな。始業式からずっと登校してなかったよな。体調の方大丈夫か？すげえ、腕が動いとる。はあ？トーマが休んでる間な。授業の方はあんま進んでないけど、連絡事項だけはやたらと多くてさ。全教科の教科書、学生書、諸手続きの申請書類、上から提出期限の近い順になってるから。それとこれ、学割の申請書も念のため取っておいた。言わず帳だから電車通学だよな。で、一番忘れちゃいけないのがこっち。保護者懇談会のプリント。いきなり来週から始まるから、今日中に保護者に渡しといてくれ。保護者。本当は家に直接届ければよかったんだけど、俺の方もいろいろあって悪かった。ここまでで何か質問あるか？わかる範囲で答えるけど。そっか、よかった。じゃあ次は書類の書き方説明するな。まずこっちのジャージの購入申込書だけど。どうした？うざい。うざい。よく言われるけど、これは必要なことなんだ。俺がうざいなら1回で覚えた方がお得だと思うぞ。ああ、そっか。初対面だったな。俺、北原春樹。一応 E 組の前期クラス委員。名前なんか聞いてない。さっきから誰だお前って顔してたから。やっぱりまだ体調悪いのか？保健室行くか？付きそうけど。触るな。いや、まだどこも触ってない。分かった。後にする。ああ、そうだ。なんならこれ放課後家まで届けに。触るな。あの時は心の中で、だから触ってないじゃんなんて突っ込んでたっけ。最初から彼女東間和沙は言葉通り触るななんて言ってなかった。ずっと入ってくるなって自分の中に触るなって言ってたんだってすぐに思い知ったっけ。って聞いてるのか北原？あまりの退屈、いやあまりの時系の念に駆られて、ついつい過去へと逃避していたらしい。逃避先の記憶の方もあまり美しくもない思い出ではあったけど。なあ、どうしてあんなことをしたんだ？下手したら怪我で済まないってことくらいお前にわからないはずがないよな。
それはすいません、気が触れてました。いや、そんな風に開き直られてもな。あの騒動から1日。現場で散々叱られたにもかかわらず、翌日改めて担任の口からお小言を頂戴するくらい俺のしでかしたことは問題になっているようだった。らしくないな、北原。いつものお前なら止める方だろ。後期になってクラス委員辞めたら責任も放棄か？いや、そんなことは。すいません。どうせトーマにそそのかされでもしたんだろう。北原が自分からあんなバカをしでかすはずがない。は？言ってる意味が分かりません。どうしてトーマのせいになるんです？そもそもどうしてここにトーマがいて俺と一緒に叱られているのかも理解できてないってのに。音楽家を勝手に辞めたと思ったら普通科でも問題ばかり。トーマ、お前卒業する気あるのか？え？音楽家、しかも辞めたって。だいたい第二音楽室をトーマ一人に使わせることも私は反対だったんだ。は？親が有名なピアニストだか大口の寄付があるだかなんだか知らんが、そんな風に特別扱いするから図に乗るんですよ。そうなの？諏訪先生、それ以上は私からもトーマには注意しておきますから。なんだか話がどんどん俺の粗暴の件から遠ざかっていく。粗相の件から遠ざかっていく。次々と意外な事実と理不尽な糾弾が入り乱れ、どこにどう突っ込んでいいのやら。って何をトーマに注意するんです？そもそもなんでトーマまで俺と一緒に叱られるんです？言っておきますが、俺の命の恩人ですよ。と迷っていても仕方がないので、とりあえず安っぽい正義感を振りかざしてみる。いや、それは。予想通り当人の反応が一番冷たかったけれど。北原、前々から注意してるのにまだわからないようだな。お前みたいな真面目なやつがトーマと関わるのはよせ。上への推薦を棒に振りたくないだろう。だから今は俺が怒られるべきであって、トーマは関係ないでしょ。本当に関係ないのか？トーマにそう言わされてるだけじゃないのか？はあ、なんとか言ってくれよトーマ。トーマ。もう疲れた。修行前から生も根も尽き果てた。1時間目から熟睡する自信がある。それにしてもあの先生たちの態度、なんだよあれは。思い出しただけで胸くそ悪くなる。ああ、他人事ながら、いや他人事になってしまったからこそ。納得いかない。なんで私がこんな目に。今言うなよ、さっき言えよ。今更シンパシーを感じても遅すぎるってのに。教師なんかに何言ったって無駄。大人が分かってくれるわけない。その昭和時代の不良みたいなレトロな態度はどうかと思うけどな。うるさい。あ。何？行きたいことは山ほどあったけど。災難だったな。悪い、俺のせいで。100% 北原のバカのせい。なんとなく今のトーマの表情で全部帳消しにしてもいいような気もしないでもなかった。でもまあ日々の生活態度の賜物だな。トーマも俺みたいに先生方の信頼を勝ち取れば、こうして意味もなくかばってくれるかもよ。あんたみたいに上にへつらいつつ平穏でつまらない人生を歩むのはお断り。俺の人生の目標は
平均寿命より長く生きることでさ。本当につまんないやつ。まさしく典型的な委員長タイプ。前期委員長だからな。あんたね、前から言おうと思ってたんだけど。トーマの白く細い指先が俺を糾弾するためだけにこっちに向けられ、そして廊下から近づく駆け足の主を見て、ごく不自然に下へと向けられる。北原小木曽、なんで？飯塚くんに聞いて。大丈夫？指とか怪我してない？いや、無傷。見た感じじゃよくわかんないな。突き指とかない？窓から落ちそうになったんでしょ？あまりにあっさり俺の手を掴むと、自分の両手の上に広げてまじまじと吟味する。俺の怪我を心配してくれるのはありがたいけど、俺の手のひらの上を小木曽の指が這い回るのは、なんというか相当に大丈夫だから。本当無傷だから。むしろ心配事はそこじゃないから。思わず小木曽の手の届かない頭上へと両手を掲げ、至福の感触を放棄してしまう俺は、真面目と自己弁護するには虚しすぎる。あ、そうか。どうだった？処分の方。俺の手をいじっていた指が胸の前で組まれ、そんな可愛らしい仕草で俺をじっと見つめる。ああ、追って沙汰があるって。まあ停学とか謹慎とか活動停止とかは食らわないと思うけど。そうなんだ。よかった。学園祭まであと1月もないもんね。時々視線が横にずれるのはご愛嬌なのか。ああ、そうだな。よかった。北原くん？確かに俺の内心に響くようなペナルティが課せられることはなさそうだった。けど、よかったよ。せっかく小木曽が入ってくれたのに、学園祭出られなくなったらシャレになんないし。軽音楽同好会の音楽室使用許可取り消し。最後に諏訪が示した軽い処罰の可能性は、実は今の俺たちにとっては下手したら致命的だった。そうだよね。参加するって決めたからには、つまらない事故で出られなくなるのは悔しいし。つまらないことしてごめんなさい。そういう意味じゃないから。別に北原くんのことを責めてるわけじゃ。まあとにかく心配かけて悪かった。とりあえずそういうことだから。そうだね。とっても心配しました。だからとっても反省してください。ごめん。なんて、ほんの数分間だけどね。小木曽。それじゃお友達？俺はこの時全然気づいていなかった。小木曽のタイミングが絶妙だったことも、トーマの表情がやたらと微妙だったことも。ああ、そうそう、紹介するよ小木曽。ちょっと、私は別に。こっちトーマカズサ、うちのキーボード担当。いてえ。言い切ったな。ふざけるなこのバカ。
だから普通にトーマの肩に手を置いて、普通にトーマにげんこつで殴られる。半年後の今って時を普通に嬉しく感じてた。もう触るななんて言われない今を。全然ついていけない。まだ怒ってるみたいだな。これが本気のトーマか。俺の拙いギターなんか、なんやこれ。なんだろう。漢字が読めない。まあいいや。ここさがかっこいいけど、個人的にはとても悲しかったり。東間和沙。3年 E 組。出席番号32番。帰宅部所属。住所、岩津町 6-2-12。電話番号。そんなのはクラス名簿で知ってる。というか、全員分を暗記している。クラス委員として必要だったから。必要だよな、普通。いいえ、普通じゃありません。でもこれは知らなかっただろう。去年までのクラスは2年 H 組。一昨年のクラスは1年 H 組。いくらクラスメートだからって過去まで詮索していいわけないだろ。個人情報の取り扱い方が極端だよお前。 H 組。各学年の最終クラス。つまり音楽科クラス。でもまあ道理で去年まで全然見かけなかったわけだ。 A 組から G 組までの本館に、教室のある普通科と違い、H 組は3年前に増築された特殊教室が集中する新館にあるせいで、普通科との交流がほとんどない。それだけが原因じゃないみたいだけどな。っていうと2年の時、年の半分近く欠席してたんだとさ。進級もギリギリだったらしい。もしかして去年は体調悪かったのか？聞いた話や俺の経験から判断すると、悪かったのは性格みたいだけどな。今だって引き続き性格悪いけどちゃんと学校来てるぞ。そりゃ遅刻はダントツで多いけど。お前それフォローしてるつもりか？いや待て、お前の一つ前の発言に引っかかるところを見つけた。俺の経験からってどういう意味だ？最初にお前のクラスであの子見つけた3日後に付き合わないかって言ったらいきなり蹴りだぜ蹴り。待て待て待て、お前一言も俺に断りなしで何やってやがる。俺は呆れ返ってしまった。いやだってお前のクラスの中じゃダントツだろ。付き合うならあの子しかいないって思ってさ。お前はクラスごとに女がいないと気が済まないのか？全学年全クラス24人の彼女を作る気か？その節操のなさではなく、一瞬で、特上の獲物を見極める鋭すぎる嗅覚に。やだな、音楽科はパスに決まってんじゃん。だから全部で21人。お前男とつるむ資格ないわ。今まで俺に紹介してくれようとした女の子たちは全21人中何番目くらいだったんだろう。いいじゃんか、昔のことだ。それにお前の彼女ってわけでもないだろ。それはそうだけど。なぜ詰まる俺。あのだな、その竹谷。なぜどもる俺。彼女ではないにしてもなんだかんだ仲良くやってるみたいだな。そりゃ性格悪いけど人格悪くないし、普通に話せるそこそこいい友達つかお隣だし。ところが去年まではな、他の音楽科のクラスメートとはまるっきり口を聞かなかったらしい。
え？東間和沙はな、入学当時音楽科始まって以来の優等生だったんだとよ。そこから竹谷がもたらしてくれた情報はいつものように精度と密度の高い信用に値するものだった。問題はいつも性格が偏ることだけで。性別か。問題はいつも性別が偏ることだけで。1年の時、全国コンクールに出場して当然のように優勝。今年の、例の松川がやっと3位に入賞したのと同じ大会をすでに2年前に制覇していたほどに最初から周りとのレベルが違っていた。当初音楽科の教師たちはこぞってトーマを持ち上げ、クラスメイトたちは彼女と比較され、その未熟さを幾度となくこき下ろされたらしい。それでも普通に優等生をやっていれば同級生たちから畏怖ではなく尊敬で、忌避ではなく憧れで迎え入れられたのかもしれない。東間陽子。けれどそこには彼女と他人との間に、余計な確執をもたらすもう一つの要素が見え隠れしていたようで。それってもしかして。ああ、つまり東間のお母さんだろ？確か保護者名簿で。そう来ることは予測してたけど、そんなことまで覚えてるお前はやっぱ不気味だぞ。で、彼女のお母さんが何か？実は保護者名までは特定の人物についてしか抑えてないけど、そこを突っ込まれなかったのは幸運だった。あのさ、春樹、結構前だけどウイスキーかなんかの CM でさ、赤いドレスの女がピアノ弾いてるやつ覚えてないか？それって小学生くらいの頃じゃないか？確か各界の一流アーティストが出てくるシリーズもので。そうそう、それそれで、そのシリーズの1番目がそのピアニストでさ。ああ、なんかあったあった。うちの母親なんか確か CD 買ってきてたぞ。うん。でさ、つまり。あ、嘘だろ？いや、思い出した。確かに画面に東間陽子とクレジットされていた気が総合的に考えて 80% ぐらいする。あの頃は日本で活動してたけど、今はヨーロッパに拠点を移したらしくてな。東間のクラシックのピアニストという日本では結構マイナーな職種にもかかわらず、普通に CD が平積みされていたアーティストで、しかも今はクラシックの本場でもきっちり売れているらしくて、うちの学園に相当の寄付をしてるらしい。第二音楽室のピアノも東間家の寄贈だとか。へえ。母親が自分の環境において超がつくほどの有名人、しかも学園に多大な寄付をしていたとなれば、教職員も東間をいろんな意味で特別扱いせざるを得ないんだろう。そう、例えば3つある音楽室のうち1つを専用で使わせるぐらいの優遇措置とか。東間和沙は音楽家始まって以来の優等生だった。しかも地位も金も名誉もあるわ。教師にひいきされるわ。まさに至れり尽くせりの特別な生徒だった。そんなことがいろいろと積み重なって、クラスではソース感食らって、ついでに東間の方も歩み寄る気配がまるでなくって。つまりあいつは、そんな自分を色眼鏡で見る教職員と同級生の双方に平等に牙を向いたってわけか。2年になってからはほとんどクラスメートと話したことはなかったって。なんだよそれ。クラス委員何やってたんだよ。普通のクラス委員はな、お前みたいに鬱陶しいくらい干渉したり、何でも仲立ちしたり、とことんまで面倒見たりしないの。そうなの？他人の嫌がる仕事を黙らずにやるのが、クラス委員の仕事じゃなかったのか？その結果、他人に嫌がられたことが何度もあったとしても、
そんなこんなでさすがに居づらくなったんだろうな。3年から普通科に転科してきて今に至ると。そうか。でどうする？それでもうちに誘うのか？さまざまな感情が渦巻いたりきしんだり、移入してきたりして、すぐにはいつも通りの正論反論理想論を唱えられない。難しいぞあの子は。仲間とつるむのに拒否反応があるかもしれない。とにかく悔しくて、俺のあまり得意ではない感情論に走ってしまいそうだった。何しろこの俺を振るくらいだからな。他のどんな男にだって心を開くとは。黙れ、一クラス一穴主義者。それでも誘うよ。おお、春樹。一度あのピアノと合わせてしまったら、何としても仲間になってもらう。あの音に見せられてしまったら、あんだけ上手くて帰宅部で、しかも普通科で誘わない手なんかないだろう。しかもその音を奏でてたのがだったのなら。小木曽にはなんて言うんだ？ピアノ担当のこと。今まで嘘ついてたろ？きちんと説明する。しっかり謝る。でもトーマが必要だって分かってもらう。納得してくれなかったら？絶対に諦めない。だって俺にはどうしても2人とも必要なんだ。どっちも大事なんだよ。人、それを二股という。お前に言われるとは思いもしなかった。確かに今の俺は最低のことをしているのかもしれない。俺を信じて集ってくれた仲間に嘘をついて、俺を助けてくれた友人に、大きな迷惑をかけて。でももう止まれない。止まる必要を感じない。学園祭本番までとうとう一月を切った。今から思い直したり後悔したり迷ったりなんて、そんな時間とっくに残されてないんだから。まあともかく一つだけ忠告しとくぞ。いやだからそれはいつもの俺のセリフ。トーマを誘うのはいいが、妙な同情だけはやめとけよ。変に気を回しても相手の気を悪くするだけだぞ。そんなの分かってるって。あといつもみたいな説教もやめとけ。お前は気を使ってるつもりで実は一歩も引かなかったりすることがあるからな。何度も言わせるな。自分のことは自分が一番よく知ってる。ああいうタイプにはそういう押し付けがましい態度は絶対にうざがられる。ほんと気をつけろよ。だからそんなうざい真似しないって。もう半年もあいつと付き合ってるんだぞ。何の心配もいらないって。だといいけどな。